こんにちは、こだまです。今回ショーケースに飾るのはこちら。BB 戦士17アルガスナイトゼータです。アルガス騎士団の剣士ゼータガンダムというと伝わる方もいると思います。1990年発売のキットで、価格は税込みで550円。このキットは子供の頃に作った記憶がありますね。ナイトガンダムシリーズ好きだったんですよね。完成が楽しみです。このキットには剣士ゼータの他にゼータの相葉、アーガマも付属します。この頃の BB 戦士は世界観を広げてくれる付属品が充実していて大好きです。闘士ドライセンとの戦いで手に入れる竜の盾も付属します。それでは開封。内容物はランナーが4枚、ポリキャップが2枚、それに説明書とシール、スプリングが1つ付属します。それでは組み立てている間に剣士ゼータガンダムの紹介を。物語は SD ガンダム外伝ジークジオン編第3章アルガス騎士団編。修行の旅で成長したナイト・アムロがたどり着いたノア地方。この地にもジオン族の魔の手が伸びてきていた。ブレックス王の治めるアルガス王国はアルガス騎士団で長く抵抗してきたが、騎士団の将ナイト・アレックスを敵ジオン族に囚われた今、窮地に追い込まれていた。剣士ゼータガンダムはアルガス王国のアルガス騎士団ガンダム三重士の一人、技の騎馬隊を率いている剣の達人です。モチーフはもちろんゼータガンダム。騎士団長ナイト・アレックスを囚われ、仲違いをする3人の部隊長、剣士ゼータ、闘士ダブルゼータ、砲術師ニュー。そこに修行の旅で立ち寄ったナイト・アムロと出会い、と物語が展開していきます。アルガス騎士団かっこいいですよね。残念ながら BB 戦士でキット化されたのはこの剣士ゼータだけです。アルガス騎士団は BB 戦士では揃わないんですよね。さて、組み立てたものがこちらです。この頃の BB 戦士はちんまりしてて可愛いですね。まず可動箇所を確認してみます。頭、腕、足が軸接続なのでそれぞれ回転することが可能です。それから機上の都合で足に縦方向への可動があります。この可動のおかげでジャンプしているところや背伸びのようなポーズを取らせることができます。兜はバイザーを下ろすことができます。このキットには軽装タイプのようなものはありませんが、肩の鎧を外すことが可能です。こちらは飛翔の盾。中央に剣が収納されています。この剣には特に名前がないみたいですね。盾の横の爪は引き出すことができます。飛翔の盾は腕に取り付けることができるほか、背負わせることができます。飛翔の盾はゼータガンダムが背負っているフライングアーマーなどを模した形状になっているので、よりゼータガンダムっぽい感じになって面白いです。この大きな剣はゼータグレートソード。手に持たせることができるほか、腰に装備させておくことができます。そして剣士ゼータの相葉、アーガマ。鎧をつけた馬です。モチーフはゼータガンダムに登場する宇宙巡洋艦アーガマ。ちゃんと前後の足が稼働します。こういうの嬉しいです。剣士ゼータをアーガマに騎乗させてみます。ゼータの足を立たせて腰の中央のパーツを折りたたみ。いやーかっこいいです。騎馬隊長ですからね、騎乗した姿がよく似合います。そして当時の BB 戦士といえばスプリングギミック。ゼータは兜の角を飛ばすことができます。頭部のレバーを押すと、数年前に新品で購入したものだったと思うのですが、ちゃんと硬いスプリングでしっかり飛ばすことができました。生産されたのは少し前なのかもしれません。パッケージも赤バンダイですね。
説明書を切り抜くことでマントを装備させることができます。マントは重要ですよ。かっこいいですからね。さて、この剣士ゼータガンダム、このままでも可愛らしくてかっこいいんですが、箱の完成見本を見るとだいぶ違います。色分けの足りないところも結構あります。ここから工作をしたり塗装をしたりして見本に近づくように制作を進めていきます。配色ですが、パッケージのものよりも SDX やカードダスに使われている配色の方が主流のような感じなので、そちらを参考にします。制作を始めます。まずゼータの顔が気になります。ゼータガンダムモチーフですし、もう少しシャープな顔にしたいです。顎の少し出ているところを削ります。やり直しのできない作業は不安で怖いです。覚悟を決めて削っていきます。こんな感じになりました。割といいんじゃないでしょうか。満足です。次に腕に軸可動を追加します。装備を斜めに構えることができるようになり、かっこいいポージングができるようになります。今回は肩のところに可動を作ります。デザイン的に手首のところでカットするのが難しいというのもありますが、盾を前方に構えられるというメリットのためでもあります。切り離すことができました。片側にウェーブのポリキャップを仕込み、腕側には真鍮線で軸を作りました。プラ板で蓋をしたり、ヤスリで形を整えて、無事に腕に軸可動を追加できました。かっこいい。剣士ゼータはこんな感じで盾を腕に装備することができます。ただ装備した時に腕と盾の間に広い隙間ができてしまいます。気になったのでぴったりと装備できるように磁石での接続に改造します。まず腕と盾のピンなどをカットし、ピンバイスで穴を開け磁石を仕込めるようにします。それぞれにネオジム磁石を接着しました。これで腕と盾の隙間がなくなりました。腕の軸可動のおかげで盾を前方に構えられるのもかっこいいです。ただ、盾には意味もなく長い接続穴がついていたのではありません。あの隙間がないと盾を背負うときに頭部と盾が干渉してしまいます。このままでは盾を背負うことができないので、専用のアタッチメントを自作しました。片方にはポリキャップ、反対側には磁石を仕込んでいます。無事に盾を背負うことができました。グレートソードは腰に接続するためのピンが気になります。ここもカットして磁石を仕込みます。ピンバイスで根元の星が崩れないように慎重に穴を開けます。ネオジム磁石を設置しました。腰に装備できますし、剣の形も綺麗になりました。ゼータを起乗させた時に少し外れやすい気がしました。ここにもネオジム磁石を設置し固定されるようにしました。アーガマの足は稼働するのですが、左右の足がつながっていて同時に動いてしまいます。中央でカットして左右が独立して動くようにします。ここは必要ないかなとも思ったのですが、気になってしまったのでやることにしました。腕と同じようにポリキャップと軸を設置しました。アーガマの足には後ろ側に肉抜きがあります。ここはエポキシパテで埋めます。主材と硬化剤をよく混ぜて、しっかり混ざったら肉抜き穴を埋めていきます。硬化したらヤスリをかけて整えます。4本足が独立稼働することで、より生き物らしくなったと思います。
頑張ってよかったって感動しましたね。合わせ目消しをします。全体的にモナカ構造になっているので、合わせ目がたくさんできます。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤をしっかり塗ってパーツを接着。乾燥後、ヤスリをかけて接着跡をきれいにします。顔のパーツは合わせ目を消した後、目のシールを貼るのが難しそうなので、先にシールを貼り、マスキングをしておきました。汚れたパーツを超音波洗浄機で洗浄し、乾燥を待って塗装に入ります。今回使用した塗料はこちら。いつも通りメインはクレオスのラッカー塗料です。さて、塗装に入る前に龍の盾です。龍の盾はゼータが当時ドライセンから手に入れたものです。キットでは金メッキパーツですが、私が持つと色がグリーンにということで、再現するには塗装が必要です。メッキパーツを一部活かしつつ塗装をしたいので、ラッカー薄め液でクリアカラーを落としてシルバーメッキの状態にします。この上にクリアブルーなどを使い、ブルーメッキになるような表現をしていきます。メッキパーツや磁石のところにはしっかり塗料が乗るようにガイアマルチプライマーを塗布しておきました。エアブラシで塗装をしていきます。メタリックカラーの下地はウィノーブラックで黒色に。塗装が終わるたびに光沢クリアで塗膜を保護しておきます。塗り分け箇所をマスキングします。マスキングテープを細かくカットして色を残すところをマスキングします。兜のバイザーは少し明るい青色なので調色して色を作りました。マスキングを剥がしてみましょう。どうかな？塗り分けられたかな？いいですね。ここはうまく塗り分けられました。はみ出たところや足りなかったところなどは筆塗りで修正しています。飛翔の盾をクリアブルーで塗装します。ブルーメッキになってくれると成功ですが、どうかな？兜の羽のパーツ、薄い黄緑のような感じです。金メッキの上からクリアホワイトを塗装したら似た感じにならないかなと塗装してみました。思いつきで塗ったんですけど、意外といい感じになったと思います。古い BB 選手は一つのパーツを4色5色で塗り分ける必要があったりします。塗り分けは大変ですが、塗装が進んでいくと達成感を感じられます。こんなんたまらんですよね。エアブラシ塗装が終わりました。墨入れをします。使うのはタミヤの墨入れ塗料。この塗料はエナメル塗料なので、下地のラッカー塗料に影響せず、エナメル溶剤で拭き取ることができます。墨入れをすると、モールドがはっきりして完成度が上がります。マントは説明書を切り取らず、フェルトを使います。マスキングテープで型を取ります。こんな感じで切り取れました。肩の金具部分は H 合図を塗装して再現します。最後にツヤを整えて完成です。完成したものを見ていきましょう。はい、まずめっちゃ可愛いです。肩鎧を装備すると一気に凛々しい騎士になりますね。ゼータグレートソード。設置した磁石も目立たずかっこいいです。飛翔の盾は塗り分けるとよりゼータらしさが出ますよね。こちらは竜の盾。自分の理想通りの配色にできてお気に入りです。
これも飛翔の盾と同様ネオジム磁石で装備できます。フェルトのマントはこんな感じ。騎士らしくてかっこいいな。それからマントを留めるためのものだと思うのですが、体にかかっている紐を再現しました。この紐はタミヤの戦車を作った時の余りを使っています。そしてアーガマ、力強い目がお気に入り。騎乗して騎馬隊隊長剣士ゼータ完成です。足の可動がすごくいいです。躍動感のあるポーズが取れますよ。細かい改修をして個人的に理想の剣士ゼータにできたと思います。お気に入りの一人になりました。他のアルガス騎士団と並べたかったな。さてエンディングです。最近の SD ガンダム関連のことについてお話ししたいと思います。まずモビリティジョイントシリーズからは黒い3連星高機動型ザク2 3体セットが発表されています。こちらはプレミアムバンダイで予約が可能です。それから1分の1ザクプラくんがイベントガンダムネクストフューチャーで限定販売されました。こちらは素材に茶殻を配合した樹脂を使用することでプラスチックの使用を抑えています。茶殻を使用したプラモデル、どんな感じなんでしょうね。ガンプラくんみたいに一般販売してほしいな。待ってます。MGSD ガンダムバルバトスクロスシルエット F 区の1回が発売しています。こちらは一般販売の商品ですが、僕は購入できていません。僕は再販がかかった時に入手できたらいいなというスタンスです。積みプラがあるので特に急ぎません。ヒーローズシリーズからはちっちゃな悟空インパルスと三蔵ストライクフリーダムのセットが発売しました。これは嬉しいキット化です。どちらもキット化されないだろうなぁと思っていましたからね。バンダイさんありがとうございます。ヒーローズはキラハガネ物語の第1話が公式ホームページで公開されました。武者たちの活躍がどんな風に描かれるのか、こちらの展開も楽しみにしています。ジャンボソフビフィギュア SD の新商品としてガンキャノンやガンタンクなどが発表されています。でっかいのに可愛くていいですね。大きさは20センチ以上ということで、マスターグレードのガンダムよりも大きいサイズになります。価格は1体 16,500 円。揃えられる方が羨ましいです。劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムに登場するライジングフリーダムガンダムがエクスタンダードシリーズでキット化です。発売は2024年1月26日。個人的には BB 戦士でキット化してほしいな。エクスタンダードは肉抜きとかがな。気になっちゃうな。嬉しいは嬉しいんですけどね。ミニミニカードダスの円卓の騎士編が発売しています。僕は結局ジークジオン編のミニミニカードダスを変えていません。水星の魔女のカードダス第3弾も発売しています。これで物語の最後までカバーできるのかな。このカードダスのシリーズ、イラストが可愛くていいですよね。それからメモリアルブックの第7弾が12月19日に発売します。こういう資料になるものもいいですよね。僕は SD ガンダムヒストリアを購入しましたが、フルカラーでとても良かったですね。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。またお会いしましょう。
こだまでした。